岩観光察ラジオへようこそ。あなたは深夜のカラオケ店でふと部屋を出て廊下を歩くとき、さっきまでの騒がしさが嘘のように静まり返った空間で急に祭りの外に放り出されたような奇妙な孤独を感じたことはないでしょうか。大勢が楽しんでいる空間のはずなのに、自分一人だけが世界から切り離されてしまったような説明のつかない静かな不安。今回はこの深夜のカラオケ店の廊下が持つ独特の違和感の正体について一緒に考えていきたいと思います。週末の深夜あるいは飲み会の二次会、あなたは友人や同僚たちと一緒に駅前の大きなカラオケ店にいます。狭い個室の中は熱気と賑やかな声に満ちています。大音量で流れる伴奏とマイクを通した歌声、誰かが叩くタンバリンのリズムと曲の合間に交わされる大きな笑い声。テーブルの上には空いたグラスやスナックの皿が散乱し、部屋の空気は少しだけ濁って温度が上がっています。モニターから賄賂鮮やかな映像が絶え間なく流れ、ミラーボールのような照明が壁をぐるぐると照らしている。そこはとても賑やかで少しだけ圧倒されてしまうような音と光に満たされた空間です。あなたはそんな楽しい時間の途中でふとトイレに行きたくなったり、あるいは少しだけ喉を潤すためにドリンクバーへ向かおうと席を立ち上がります。誰かが熱唱している前を邪魔しないように身をかがめながら重いドアノブに手をかけます。そしてドアを押し開け部屋の外へと一歩を踏み出します。その瞬間です。あなたが背後に引いたドアがバフッという重たい空気の摩擦音とともに閉まった途端、世界が一変します。先ほどまであなたの鼓膜を激しく震わせていたあの音はまるで魔法のように消え去ってしまいます。その極端なギャップが一つ目の違和感です。音の遮断がもたらす空間の激しいズレです。完全に無音になるわけではありません。防音ドアの向こう側からはズンズンという低くくぐもった重低音だけがかすかな振動として床や壁を伝わってきます。つい数秒前まであんなにはっきりと聞こえていた歌詞もメロディーも、今はもうただの不明瞭な空気の震えにしか過ぎません。耳に水が入った時のような、あるいは突然深い水底に沈められたような、聴覚が急激に奪われることによる強い喪失感。私たちは空間を認識するとき、視覚と同じくらい聴覚に頼っています。音が突然遮断されるということは、自分が今まで属していた世界から不意に外側へ押し出されるようなものです。扉一枚という薄い境界線を越えただけで、そこには全く別の物理法則が働いているかのような錯覚。あなたは重い防音ドアの前で立ち尽くし、急に訪れたその静寂に少しだけ戸惑いを覚えます。さっきまでのあの熱気は本当に存在したのだろうか。夢を見ていたのではないかとすら思えるほどのはっきりとした音の断絶です。そして少しだけ耳が慣れてくると、今度は視覚的な違和感があなたを包み込みます。これが2つ目の違和感である。人間味が排除された無機質な廊下の風景です。カラオケ店の廊下というのはなぜかとても冷たく人工的な印象を与えます。床はピカピカに磨き上げられた大理石調のタイルで、天井からは等間隔に明るい蛍光灯や雲ライトが降り注いでいます。鍵を許さないような均質な光。壁には部屋番号を示す無機質なプレートがずらりと並び、全く同じデザインの重厚なドアがパースを描いて奥の方まで延々と続いています。そこには個室の中にあふれていたような人間の生々しい感情や体温が一切ありません。アルコールの匂いもタバコの煙も熱気も、全ては高性能な換気システムによって吸い取られ、少しだけ芳香剤の匂いがする冷たい空気が漂っています。ここは人々が楽しむためのレジャー施設のはずなのに、廊下という空間だけはまるで
病院や精密機械の工場のようにシステム化されています。あなたは自分という存在が、この完璧に整えられた無機質な空間において、ひどく場違いない物であるように感じ始めます。先ほどまで大声で笑い歌っていた自分が、急に恥ずかしくなるような、冷静な空気を感じる空間です。トイレに向かって大理石調の床を歩くたびに、自分の靴音が不自然なほど高く響き、その音がまた自分の孤独を際立たせます。通路の途中に設置されたドリンクバーのコーナーも、その孤独感を深める装置の一つです。誰もいない明るいコーナーで、あなたは紙コップを機械にセットしボタンを押します。ガラガラと乾いた音を立てて氷が落ち、続いて茶色い液体が注がれていく。その単調な機械音が静かな廊下に響き渡るとき、自分がこの整然としたシステムの一部として、ただのどの渇きを癒すためだけに動いているように思えてきます。人間らしい感情や熱気をすべてあの防音ドアの向こうに置いてきてしまい、今はただの静かな観察者としてここを歩いているような虚無感です。さらに廊下を進むうちに、あなたは3つ目のそして最も強い違和感に直面します。それは他の部屋から漏れ聞こえてくる見知らぬ誰かの歌声です。ずらりと並んだドアの向こう側には、当然あなたたちと同じようにカラオケを楽しんでいる見知らぬ他者のグループが存在しています。防音ドアは音を大幅に軽減しますが完全にゼロにはできません。廊下を歩いているとあちこちのドアの隙間からさまざまな曲の断片が少しずつ漏れ出してきます。古い流行歌のサビであったり、激しいロックのリズムであったり、誰かの少し調子の外れた歌声であったり、それらは全てくぐもった響きとなって廊下の冷たい空気の中で複雑に混ざり合っています。ドアには小さなガラスの窓がついていて、そこから中を覗き見ることができます。青白いモニターの光が点滅し、その光に照らされて毛を叩いたり踊ったりしている見知らぬ人々の黒いシルエットが動いています。彼らは間違いなく今この瞬間、最高潮に盛り上がり楽しい時間を共有しています。しかしあなたはその楽しげな輪に一切入っていくことができません。どんなに楽しそうな声が聞こえてきても、どんなに明るいリズムが鳴り響いていても、あなたにとってそれは完全に他人事であり、分厚いガラスの向こう側の出来事です。自分以外の見知らぬ人々がそれぞれの小さな箱の中で独自の時間を楽しんでいるのに、自分だけがそのどの箱にも属さず、冷たい廊下という余白の部分にポツンと取り残されている。これが急に祭りの外に放り出されたような感覚の正体です。漏れ聞こえる他人の歌声は決してあなたを楽しませるものではありません。むしろ彼らが楽しんでいればいるほど、あなたが今一人であるという事実をはっきりと浮き彫りにしてしまうのです。大勢の人がこの建物の中にひしめき合っているのに、誰とも目が合わず誰とも言葉を交わさない。自分は完全に透明な存在になってしまったのではないか。そんな深い疎外感が足元から這い上がってきます。あなたは逃げるようにトイレに駆け込みます。ドアを閉めるとそこはさらに静かで白い空間です。手洗い状の大きな鏡の前に立ち、自分の顔を見つめてみてください。少し先が入って赤くなった方、乱れた髪、つい先ほどまで大声で笑っていたはずのその顔が、今はひどく無表情で疲れたものに見えないでしょうか。鏡の中の自分はまるで自分とは全く関係のない他人のように思えます。あの盛り上がっていた自分と今ここで一人で立っている自分がどうしてもうまく接続できないのです。賑やかな空間から急激に切り離されたことで、自分の居場所がふっと揺らいでしまう瞬間です。手を洗いペーパータオルで水を拭き取り、その一連の動作の音だけがやけに大きく耳に届きます。
早く元の部屋に戻らなければ、あの楽しい空間に帰らなければ、そんな焦燥感にせき立てられるようにして、あなたは再び冷たい廊下へと歩み出します。こうして見ていくと、深夜のカラオケ店の廊下には、いくつもの違和感が重なっていることがわかります。防音ドアによる急激な音の遮断、人間味を排除された無機質な空間、そして漏れ聞こえる他人の歌声による疎外感。これらを貫く違和感の正体とは一体何なのでしょうか。それは一言で言うならば、賑やかな時間を小さな箱に押し込めるという、建物の構造的な不自然さであると言えるでしょう。私たちは普段社会の中で生きていくために、さまざまな感情や欲望を少し抑えながら生活しています。しかしカラオケという場所は、そうしたエネルギーを解放し、大声を出し非日常の盛り上がりを楽しむための特別な空間です。いわば現代の小さなエンターテインメントの場です。しかしそれは広場で行われる本当の祭りとは違います。現代の遊びの空間は他者に迷惑をかけないように、そして効率よく消費されるように、徹底的に管理され区切られていなければなりません。そのための装置が防音ドアというシステムです。この建物は人々の熱気や声を2畳や3畳ほどの小さな四角い箱の中に一つ一つ丁寧に隔離して封じ込めるための施設なのです。防音という人工的なシステムがもたらすのは音の遮断だけではありません。それは他者との静かな分断です。廊下を挟んで向かい合っている部屋同士でも、隣り合っている部屋同士でも、そこには決して越えられない壁が存在します。同じ時間に同じ建物で、同じように楽しい時間を過ごしているのに、彼らが交わることは永遠にありません。一人一人があるいはグループ一つ一つが、完全に独立したカプセルの中で、自分たちだけの完結した世界を作り上げている。それはとても賑やかな空間のようでいて、実は究極的に孤立した空間の象徴でもあります。大勢で楽しんでいるはずなのに、廊下に出た瞬間に全員が個別の箱の住人に過ぎないことに気づいてしまう。人々がまるで規格化されたシステムのように並べられた部屋に収められ、それぞれの小さな空間で楽しんでいるだけなのではないか。そんな冷たい虚無感が背筋を撫でていきます。防音ドアを隔てた熱気と静寂のギャップは、私たちが生きている現代社会の見えない分断やコミュニケーションの壁をそのまま物理的な空間として見せつけられているからこそ、これほどまでに私たちの心を落ち着かなくさせるのかもしれません。そんな考察を頭の片隅で転がしながら、あなたは自分のグループが待つ部屋の前まで戻ってきます。ドアの小さな窓から中を覗くと、そこには先ほどと変わらない友人たちの姿があります。誰かがマイクを握って立ち上がり、他の者たちがそれに合わせて手を叩いている。モニターの青白い光が彼らの顔を照らし出しています。間違いなくあなたの居場所はあそこにあります。あなたは冷たいドアノブを強く握り、思い切ってその重い扉を手前に引きます。その瞬間、せき止められていたダムが決壊したかのように、圧倒的な音の本流があなたを包み込みます。大音量の伴奏、マイクの響き、湿った熱気、アルコールの匂い、そしてあなたに向かって投げかけられる遅いぞという友人たちの笑い声。さっきまで廊下で感じていたあの孤独感や虚無感は、大きな音とともに一瞬で吹き飛ばされてしまいます。あなたは安堵の息を吐きながら自分の席へと戻り、再びグラスを手に取ります。冷たい廊下の異世界から暖かくて騒がしい日常の世界への無事な帰還です。音が戻ってくることで、自分の存在の輪郭もようやくくっきりと取り戻せたような気がします。もうこれで大丈夫だ、自分は一人ではないのだと、
しかし再びにぎやかなわの中に溶け込みながら、あなたは小さな違和感の種が胸の奥に残っていることに気づくはずです。今あなたが座っているこの暖かくて安全な場所も、分厚い壁と防音ドアに守られた無数の小さな箱の一つに過ぎないという事実です。あなたたちが今ここでどれだけ大声で歌い、どれだけ激しく笑い合おうとも、その熱気は決して外の世界を変えることはありません。扉の向こう側の冷たい廊下から見れば、あなたたちもまたズンズンというかすかな重低音を響かせている見知らぬ誰かの漏れ聞こえる歌声の一部でしかないのです。自分たちが世界の中心だと思って楽しんでいるこの空間も、一歩が家出れば風景の一部になってしまうとじた箱の中の出来事、それに気づいてしまった時、手にしたグラスの冷たさが少しだけ違った感触を帯びてくるのではないでしょうか。この楽しい時間は決して永遠に続くものではなく、人工的に作られ隔離された時間なのだという少し不思議な感覚。祭りの中心にいるはずなのに、どこか心の一部が静かに冷めているような寂しいような余韻です。次にあなたが友人たちとカラオケに行き、途中で一人部屋を抜け出して廊下に出た時、重いドアが閉まる瞬間のあの音に耳を澄ませてみてください。そしてピカピカの廊下を歩きながら、両側の壁から漏れ聞こえてくる無数の人々の孤独な盛り上がりを感じ取ってみてください。その時あなたはただの通路だと思っていたその場所が、実は人間の孤独と賑やかさを切り分ける巨大なシステムの境界線であることに気づくはずです。日常の風景は一度その正体を知ってしまうと、もう二度と同じようには見えなくなります。あの冷たい廊下に出るのが少しだけ不気味に、そして少しだけ愛おしく思えてくるかもしれません。それでは今回はこの辺りで、違和感考察ラジオ、あなたの夜の少しだけ不思議な時間のささやかなお供に慣れていれば幸いです。また次の違和感でお会いしましょう。